おい、天才だのバカだのと言って遊んでる諸君、田中角栄だ。今日は天才とバカの境界なんて話を本音でぐった切っていく。覚悟して聞きなさいよ。まず最初に言っておくがな、私は高等小学校卒だ。東大も京大も出ていない。だけど総理大臣までやった。じゃあ私は天才か、あるいはバカか。世間はどっちと言いたいんだろうな。はっきり言うが、その二択の発想そのものがかなりのバカだと思うよ。今の世の中、IQ が高いと天才です。上位何%ですなんて数字を振って人間を仕分けしたがる連中がいる。ああいうのは便利だよな。数字を盾にして自分は選ばれた側だと安心できる。逆に数字が低かったら自分は才能ないからと言い訳できる。どっちに転んでも考えるのをやめるにはちょうどいい仕組みだ。だから私は嫌いなんだよ。知能指数というのはな、頭の回転の速さやパズルを解く力の一部を測っているだけだ。早く考えられることと正しく決められることは全然別物だ。車で言えばエンジンの馬力だけ測ってブレーキもハンドルも見ないでこの車は名車だと言ってるようなもんだ。そんなもんで高速道路を走ったら最初のカーブで田んぼに突っ込むぞ。私の経験から言うと頭の良さには3つある。1つは神の上で測れる頭の速さ。2つ目は人の気持ちを読む頭のしなやかさ。そして3つ目が一歩を踏み出すための頭の図太さだ。この3つ目がない人間はどんなにテストができても現場では役に立たない。天才とバカの境界はどこか。私はこう思っている。失敗してもまだやるかどうか、ここが境界だ。失敗したくないから動かないのか、失敗してもいいから前に出るのか。この差が10年20年経つととんでもない差になる。最初に持っていた頭の吉原氏なんてほとんど誤差みたいなもんだ。私は若い頃から嫌というほど失敗した。選挙に落ちれば借金は増える、地元には怒られる、家族は心配する。それでも次はこれだと言ってまた突っ込む。何度もやっているとさすがに学ぶ。どこで転ぶか、どこで踏ん張るか、体で覚える。そのうちにあいつは判断が早い、決断力があるなんて勝手に天才扱いされる。中身は失敗の積み重ねをしてきたただのしつこい人間だよ。面白いのはな、社会は天才を欲しがるくせに失敗する人は嫌うことだ。おかしいだろ。失敗しない天才なんてほとんど存在しない。安全運転だけしてるやつから新幹線も高速道路も出てこない。机の上で発表された計画を現場で泥だらけになりながら形にするやつは大抵一度や二度は派手に転んでいる。それをまとめてバカと笑うか、よくやると評価するか、それを決めているのは周りの空気だ。そして今はその空気を読むことばかり異常にうまくなった時代だ。叩かれたくないから波風立てずに行きましょう。そうして誰も転ばない、誰も傷つかない。その代わり誰も何も動かさない。そんな社会で天才が出てこないなんて嘆いている。そりゃそうだ。天才の目になるようなバカを最初から全部刈り取っているんだからな。私はね、本物のバカというのは自分の頭で考えようとしない人間だと思ってる。学校の成績が悪いとか漢字を書き間違えるとか、そんなものは大したことじゃない。本当に危ないのは偉い人がそう言ってるから、みんながそうしているからといって自分の頭を一度も痛くしない人間だ。そういう連中は時代の流れが変わった時真っ先に流される。自分の足で立っていないからだ。逆に最初はとんでもないバカに見えてもこれはおかしい、なぜだとしつこく考えて動く奴がいる。周りから空気読めと言われても納得いかなければ首をかしげ続ける。私はそういう人間に天才の素質を見る。天才というのは最初から天才らしく振る舞いはない。最初はただの面倒なやつだ。だけど時代が追いついた時、あいつは先を見ていたと書かれる。生きているうちに評価されるかどうかは運だな。IQ の話に戻るが、知能が高い人ほど世の中を冷めた目で見て、どうせ何をしても変わらないと引いてしまうことがあるという。私はそれを聞いて、それは賢いんじゃなくて怖がりなんじゃないかと思った。頭が良いなら変えられないと証明するためにまず全力でぶつかってみたらどうだ。やってみてもいないのに未来を知ったような顔をする。そういうのを私は一番のバカだと思う。そもそも人間の値打ちは処理速度や暗算の速さでは決まらない。誰のためにどれだけ本気で動いたかだ。私は道路を引き新幹線を通し田んぼの中に工場を読んだ。あれは日本列島改造論なんてかっこいい名前はついているが、中身はただの地方のじいちゃんばあちゃんが都会と同じぐらい暮らしやすくなるにはどうするかという話だ。やることがはっきりしていれば特別な頭はいらない。必要なのはやると決めて嫌われても押し通す図太さだ。天才とバカの境界を
もう一つの言い方をすれば、他人の人生をどれだけ自分事として考えられるかだと思う。自分の出世、自分の給料、自分の評判だけ考えているうちは、どんなに頭が良くても小さな器の人間だ。他人の痛みを想像して、この人たちのためにここまでやるかと腹をくくったとき、人間の頭は本当に回り始める。そこで初めて知恵が出てくる。知識だけ集めて越に入っている段階では、まだ半人前だ。今の日本には情報は山ほどある。だが、決断がない。批評家は多いが、責任を取る奴がいない。これは危ない兆候だ。天才もバカも決断しない限り、ただの観客だ。観客席に座って、グラウンドにいる選手を笑っていると、自分が賢くなったような気がする。だが、実際に点を取ることも、エラーをすることもない。人生の主役にならないまま、試合は終わる。私は若い人たちに言いたい。自分を天才だと思い込む必要も、バカだと卑下する必要もない。どっちでもいい。大事なのは、何を背負ってどこまでやるかだ。失敗した分だけ、判断力が磨かれる。恥をかいた分だけ、人の気持ちがわかる。そうやって積み上げたものを、人は後から才能と呼ぶ。最初から生まれつき決まっていたなんて話は、都合のいい神話だ。それでもどうしても教会が知りたいなら、最後に一つだけ教えてやるよ。明日少しだけ怖いことをやるやつ。明日も安全な場所で文句だけ言うやつ。この二つの間に、天才とバカの境界がある。頭の中の数字じゃない。行動の差だ。天才とは、バカみたいに何度も立ち上がるやつのことだ。バカとは、賢いふりをして一歩も置かないやつのことだ。さあ、あんたはどっち側に立つつもりだ。天才かバカかなんて他人に決めさせるな。自分で決めて、自分で動いて、自分で責任を取れ。それができたやつを私は一流と呼ぶ。以上、田中角栄でした。